この動画ではフロイド・メイウェザー・ジュニアが最もぐらつかされた試合トップ3を紹介します。メイウェザーのキャリアを振り返りながら試合についてのインタビューやバックストーリーを見ていきます。最後に皆様の感想をコメント欄に入れてください。倒されても立ち上がって最後まで戦い続けるボクサーはたくさん存在しますが、ダウンさえ味わったことのないものはごくわずかです。そのうちほとんどは自分のタフネスを頼りにし、クリーンヒットを食らっても鉄の顎と折れない心を武器にして勝利を収めますが、ディフェンス技術に頼り、そもそもパンチをもらわず一度もマットに倒されずキャリアを済ましたボクサーはたった一人しかいません。 The best ever、 すなわち史上最強世界5階級チャンピオンフロイド・メイウェザー・ジュニア。人間離れした反射神経とボクシングテクニックを生かして、メイウェザーは世界チャンピオンと元世界チャンピオン24人に勝利し、15個のメジャータイトルを獲得。そして 50&0 無敗の戦績を誇って引退しました。その素晴らしい実績を積み重ねたボクサーのキャリアを振り返ると、苦戦せず一方的な展開で勝利を収める試合がほとんどですが、ぐらつかされて倒れる直前まで追い込まれた激戦も存在します。この動画では苦戦を乗り越えて上達していくフロイド・メイウェザーのストーリーを見ていきます。ボクシング一家に生まれ育ったメイウェザーは7歳からトレーニングを始め、プロボクサーである父親と元世界2階級チャンピオンロジャー・メイウェザーにディフェンスの重要性をしつけられて、トレードマークスタイルとなるフィリーシェルを教わりました。アマチュア時代からダメージを避ける作戦を利用し、顔傷が少なかったため、メイウェザーはチームメイトからプリティボーイ・フロイドとニックネームが付けられ、ナショナルゴールデングラブを3階級で優勝して素晴らしい結果を残しますが、1996年アトランティックオリンピック準決勝戦で論争を招く判定で敗れると、プロに転向を決意しました。We all know I got ripped up, I gotta live with it, I'm just gonna, take my bronze medal, and go home, it's time for me to turn professional, I can't deal with this amateur boxing anymore. プロデビューしてから2年間という短い期間で18試合に出場した後、メイウェザーは世界スーパーフェザー級王座を獲得して防衛に8回成功します。しかし体がまだ成長していたため、体重を落とすために大変な努力をしなければいけませんでした。計量4日間前から断食するところまで来ると、メイウェザーは階級をライト級に上げ、Is this finally your last fight at 130? This is my last fight at 130 pounds. I can't make the weight no more. It was hard getting down, to 130 pounds, but I got there. I'm looking forward to moving up to 135, fighting Paul Spadafore, Jose Castillo. そして WBC チャンピオンホゼ・ルイス・カスティオに勝利すると、世界2階級チャンピオンに輝きます。メイウェザーは自分より知名度のある同級ボクサーにハイリスクと思われてしまった結果、すべてのプロボクサーが欲する世界タイトルを手にしてもビッグファイトを決めることができませんでした。There are some very good challengers out there in the lightweight division still. Why wouldn't you want to clean that up before you moved up in weight? Well, I asked to fight these guys in the past. These guys didn't want to fight me, so I'm finna move up to bigger and better things. I'm looking forward to fighting Arturo Gatti next. That's a big pay-per-view fight for me, and that's what I'm looking forward to doing. Floyd Mayweather is willing to fight any fighter from 154 on down. You bring him and I'll take him. You can mark my word today. 世界王者になってもチャレンジャー精神を持つメイウェザーは階級上の WBC スーパーライト級チャンピオンアテロ・ガーティとのビッグファイトを求めますが、その前に元世界 WBO スーパーライト級王者デマーカス・チョップ・チョップ・コーリーを下さなければいけませんでした。Floyd Mayweather makes his debut at 140 pounds after winning championships at 130 and 135. His first test at the new weight, DeMarcus Chop Chop Corley in a fight scheduled for 12 rounds. 当時10年間 Pound for Pound No.1 ロイ・ジョーンズ・ジュニアがアントニオ・ターバーに KO 負けしたため、Pound for Pound No.1 の称号が競争の対象となったため、 Tonight, he moves up to 140 pounds to face DeMarcus Chop Chop Corley.
And as Floyd Mayweather eyes a string of big fights, he also seeks to answer boxing's question of the moment. If the Roy Jones pound-for-pound era is over, can Floyd Mayweather be the man to take his place? Floyd Mayweather tries to make the case that he is now boxing's pound-for-pound best. テレル・ガーリーとのスーパーファイトを実現させるタイトル挑戦権利の上にパウンド・フォー・パウンド1位の称号を勝ち取るチャンスだったので、メイウェザーは打って打たれないスタイルよりも人目を引くパフォーマンスを意識してリングに上がり、自分より大きな相手とパワーで勝負して解説者を驚かせました。I never expected this type of a fight. I thought it was going to be a technical fight, but it's turned out to be a brawl for the most part. They're going to stand and trade shots, at least for the moment. And obviously, this is part of the arrogance of Floyd Mayweather, who could use his boxing skills, but believes, obviously, that he's got enough power to stand and trade shots with a 140-pound fighter in his first trip to this weight class. 3回にコーリーの左をクリーンヒットされて少しぐらつきますが、回復するよりも実力を証明する意思に動かされて打ち合っていくと、またクリーンヒットを当てられてしまい、今回は明らかに効いています。ロープに押されて連打を受けますが、メイウェザーはダメージから回復するために焦らずディフェンスに集中します。コーリーのペースが落ちるのを待ってからポイントを取り戻しに動き、フックを命中させると激しい打ち合いが始まります。パンチを多く当てた方はメイウェザーでした。しかしコーナーに戻ると、老いの将来を見据えていたロジャーは、打ち合わなくていい、賢く戦えと指示しました。メイウェザーは指示に従って打って打たれないスタイルに変更します。相手にダメージを蓄積させてからコンビネーションで攻めて8ラウンドにダウンを奪い、10ラウンドにまたダウンを奪って大差の判定で勝利を収めます。面白い戦いの上に圧倒的なパフォーマンスを見せつけたメイウェザーは、タイトルに挑戦する権利と米国50州で販売している大衆紙 USA Today のパウンド・フォー・パウンド1位を獲得しました。
great fighter. I proved myself over and over again. I went to 130, beat the best. I went to 35 and beat the best. Now I'm moving up to 140. Only thing Floyd Mayweather do, he want to fight the best out there. You're not going to the body. You're all here, honey, and that's because of his fans. Martin is moving in to increase. Too much hands. Oh, body shot. Body shot. Body shot frozen too. Buddy McGirt keeps telling Gatti not to worry. This is humiliating. You stopping it, baby. An easy TKO victory. Virtuoso victory for Floyd Mayweather. WBC スーパーライト級チャンピオンアテル・ガティを TKO で下し3階級チャンピオンに輝いたメイウェザーはその後ウェルター級そしてライトミドル級のタイトルを獲得し世界5階級制覇を達成しました。そして2007年12月に43戦無敗ザ・リングチャンピオンリキー・ヒットマン・ハテンからウェルター級タイトルを防衛するとメイウェザーは引退を発表しました。Every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. What is your feeling right now about the future? You know, now I need a vacation. I'm not trying to call out no welterweights. I've done what I had to do in the sport. I accomplished what I had to accomplish. Now it's time for me to become a promoter. So are you saying you're not going to fight a Miguel Cotto, a young, up-and-coming, strong fighter that a lot of people would like to see you in? Miguel Cotto is one hell of a champion, you know, along with the rest of the welterweights. Shane Mosley is one hell of a champion. All the guys at welterweight and 154, and they're a big champion. But I once said before when I talked to my team, I won't let the sport of boxing retire me. I'll retire from the sport. しかし身体とメンタルを21ヶ月間休めたらボクシングから離れていられない事実に気づき My body needed a chance to heal. Just needed a chance to heal. And I think I needed to find myself just personally. You know, sometimes you need to step back and just find out who you are as a person. And boxing still was in me. 復帰戦でパウンド・フォー・パウンド2位そして3階級チャンピオンウアン・マニュエル・マーケスと対決し一方的な展開で勝利を収めます。試合後のインタビューでスーパー WBA ウェルター級チャンピオンシュガー・シェイン・モーズリーとの対戦がプロポーズされ There is another truly great fighter here tonight who's your size, Sugar Shane Mosley. What are the possibility that we see that fight in the near future? モーズリーがリングに上がると喧嘩が始まってしまい Shane Mosley is one hell of a fighter, and I don't take that away from Shane. You know what I'm saying? I let Al Heyman and Leonard Ellaby conduct my bouts, and then we'll go from there. I'm not scared of Shane Mosley. I'm not scared of no fight. We just want to get it on, that's all. I mean, the fans want to see a great fight. Me and Money Mayweather, let's get this on. Let's do it. Well, it's like this. Hey, wait. All right, that's it. Hold on. Bernard, everybody calm down. Floyd. Shane, please. Floyd, let's concentrate here. Concentrate. You good? Bernard, please. I don't come up there and interrupt you when you're doing your interview. Don't disrespect me. Respect me as a man. Okay. Shake hands. Good. Play basketball. Now, Floyd. Respect me as a man. Now, Floyd. Shane, not now. この事件によってメイウェザーとモーズリーの対決が世間から要求されます。試合が始まりボディにジャブを当ててくる相手に対しメイウェザーはカウンターを狙いますが素早い反射神経を持つモーズリーは紙一重でパンチをかわし2人とも印象的なパンチを当てられず第1ラウンドが終了します。しかし第2ラウンドに試合は大きく動きます。
モーズリーはボディジャブでメイウェザーに下を意識させ、その瞬間右を上に打ち込んでクリーンヒットします。コーリー戦を思い出してメイウェザーは打ち合うよりも賢くディフェンスに集中し、効いてない印象を与えるためにガードを固めて前進しますが、モーズリーの強烈な右フックを食らうと大きくぐらつき、攻撃を防ぐためにクリンチしますが、右をもう一発食らってしまいます。3回も聞かされましたが、メイウェザーは強固な意志を見せて相手に立ち向かっていき、右ボディ、右フック、左フックを当てると試合の流れが変わります。第2ラウンドはモーズリーに取られました。しかしその後、メイウェザーがラウンドを負けることはなかったです。相手の動きと攻撃パターンに適応し、メイウェザーはモーズリーの攻撃を完全に防ぎ、Mayweather's a much more accurate pinpoint puncher with changes. Another hard right hand by Mayweather. Floyd Mayweather's application to the sport is at this moment unique, and he stands alone. 圧倒的な実力差を見せて3対0判定勝利します。引退後、メイウェザーはモーズリーに聞かされた瞬間を振り返って、それに乗り越えた方法について語っています。He threw a shot, and boom, like so I grabbed him, I locked him up, and I'm giving y'all the story like this because I'm real. I locked him up, I'm like, okay, that was a good shot. I put my hands up, I'm like, okay, it comes with the territory. No, when you get hit like that, you don't even feel it. When you hit with a shot like that, you don't even feel it, but when you get hit with shots like that, everything spins. But I'm always in top shape, in top condition. So I'm prepared for anything. So even with the shot, he's gonna hit me again. I mean, that's the first shot he hit with. Then the round going on, he hit me with another shot. Boom. So then I put my hands up. I told him, I said, exactly what I told him. I said, look, hit me with 2 good shots, but you gotta kill me. So when I went back to the corner, I sat back in the corner like this. I said, you know what? I sat down like this. I said, you know what? Ain't no problem. You still got 10 rounds to go. And he ended up with a front runner. A front runner means a guy that can fight within the first 4 to 5 rounds, and he don't got down the stretch. He had one round up to like he won the second round. Real champions and people in life. Champions and real people, it's goes on in everyday life. You have to know how to make adjustments. Just do what you gotta do. Make adjustments. And all I did was I made an adjustment. 引退して手に持っていた世界タイトルを全て失ったメイウェザーは王座返り咲きへ挑み、ビクトー・オルティーズから WBC ウェルター級タイトル、そして世界4階級チャンピオンとなるミゲル・コートから WBA と WBC ライトミドル級タイトルを奪い返し、両階級のベルトを同時に防衛します。世界2階級チャンピオンロバート・ゲレロからウェルター級タイトル、そして42戦無敗カネロ・アルヴァレスからライトミドル級タイトルの防衛に成功すると、友達のエイジリアン・ブローナーから WBA ウェルター級タイトルを奪ったアルゼンチンボクサーマルコス・エルチーノ・マイダーナとの2団体統一戦が決定されました。88% の KO 率を誇るマイダーナは躊躇せずガンガン攻めていき、序盤でいい印象を残しますが、試合が続くとメイウェザーはマイダーナのユニークなスタイルに適応します。攻撃をかわしながら的確なカウンターをヒットし、2対0マジョリティディシジョンで勝者はフロイド・メイウェザーです。勝
勝利を収めましたが、一人のジャッジがドローと判断し、無敵を自称するフロイド・メイウェザーが苦戦するエキサイティングな戦いであったため、ファンとボクシングエキスパートはマイダーナとの再戦を熱望し、二人のダイレクトリーマッチが決定されます。Mayweather showed why he's 46-0 now. His defense is great, but he also showed why he can be beat. He plays defense too much. He allows guys to get into him too much. But a fun fight and worthy of a rematch. 2014年9月、Floyd Money Mayweather vs. Marcos Elchino Maidana 2が再開され、今回メイウェザーはスーパー WBA、WBC、ザ・リングウェルター級タイトルとともに WBC ライトミドル級ベルトもかけました。ゴングが鳴り、前戦と同じようにマイダーナはガンガン攻めますが、今回メイウェザーは対策をしっかり準備していました。ロープに詰められずリングを回り、攻撃をかわしながらカウンターをヒットして序盤から試合のペースをつかみます。しかしながら3回にメイウェザーはトレードマークのプールカウンターがカウンターされてしまいぐらつきます。KO アーティストの連打を浴びるところでしたが、運がよくインターバルのゴングが鳴り、ダメージから回復する時間が与えられます。インターバルが終わるとマイダーナはすぐ連打を打って圧力をかけますが、メイウェザーはすでに回復していました。ロープに押されても卓越したディフェンスでほとんどのパンチをかわし、鋭いカウンターを当て、自分から攻撃を仕掛けました。ラウンドが重なるにつれて展開が一方的になり、メイウェザーは 51% という見事なヒット率で試合を締めて、満場一致の判定で勝利を収めました。試合後インタビューでメイウェザーは作戦について聞かれ、彼の回答をよく熟考すると、21年間という長いプロキャリアの中、無敗の戦績を残せた理由がよくわかります。My thing was to listen to my dad, listen to the instructions my father gave me. Hit and not get hit. The less you get hit, the longer you last in the sport. How would you characterize this? How would you assess this? I gave myself a C minus. I could have been better, but I was a real try tonight. Why just a C? Because I'm better than that, and I know I am. I got hit with some shots tonight I shouldn't have got hit with. But you know that comes with the sport. ここまで見てる皆さんはすでにお気づきかと思いますが、メイウェザーはコーリー戦からマイダーナ戦の間に大きく上達して人としても成長しています。フロイド・メイウェザー・ジュニアのマニーキャラクターと神業のディフェンス技術は世間の注目を浴びます。しかし敗北を味わってないにもかかわらず、自分を向上させるマインドセットこそがメイウェザーの最大の特徴だと僕は考えています。皆さんはどう思いますか？感想や意見をコメント欄に入れてください。ファミリータイムチャンネルでは皆様のための最高な格闘技エンターテインメントを心がけています。チャンネル登録ボタンをスマッシュしてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。We'll see you again soon. またお会いしましょう。バイバイ。